今回は HG キュベレー M2 プル2専用機を作ってみたいと思います。2016年3月発売、リバイブ版のキットで2200円になります。箱は赤色の鮮やかな色ではなく、少し黒っぽい赤色になっています。赤色の字に白色で文字が書かれている場所と、白色の字に赤色で文字が書かれている場所があります。写真は似たような色なので、少しわかりづらいです。箱の蓋を開けて中を確認してみます。キュベレー自体を初めて作るので、どんな感じになっているのか中身が楽しみです。リバイブ版のキットはより洗練されたプロポーションを持ち、可動域の幅を広げ、劇中の様々なポージングの演出が可能になっていると書かれています。5袋と取扱説明書が入っています。キュベレー M2 専用の取扱説明書です。通常の説明書とほとんど同じですが、パーツ番号が違う部分が書いてあります。裏面もパーツ番号の違う部分と、キュベレー M2 専用の武器の持たせ方が書いてあります。通常のキュベレーの取扱説明書です。冊子のように見えますが、1枚の長い紙を折りたたんだものになります。カラーガイドや写真、スペックなどが書いてあります。説明書部分もカラーになっています。裏面はパーツリストや説明書部分が白黒で書かれています。リバイブ版のキュベレーは2015年12月発売です。積んでみると大きいパーツがあるので少し高くなります。A パーツは赤色の外装パーツになります。足や腰、頭部などのパーツがあり、かなり光沢感があります。B パーツはバインダーの外装パーツや腕などの外装パーツがあります。A パーツと同じ赤色で光沢感があるパーツになっています。もう1枚同じものがあります。C1 はグレーでバインダーの内側のパーツや胸部や腰などのパーツがあります。C2 は C1 とほとんど同じですが、少しパーツがない部分があります。C3 はイエローでハンドパーツになります。指の部分が稼働するハンドパーツがあります。D1 もイエローでファンネルを取り付ける部分などのパーツがあります。フロントアーマー部分のイエローの部分はパーツ分割になっています。ファンネルが5つあります。D2 は先ほどと同じようなパーツですが、ファンネルが5つあります。E1 は腕やバインダーなどのイエローのパーツになります。ビームサーベル部分のパーツもあります。E2 は胸部のダークグレーのパーツです。ポリキャップは002番です。サーベルのエフェクトパーツが2本ついています。SB15 のエフェクトパーツが3つついています。シールの数はあんまり多くないです。すべて並べてみるとこれぐらいの数になります。ビームサーベルのエフェクトパーツが多いのと、赤色のパーツの光沢感がすごいです。可動域を見てみます。頭部は下側にはあまり動かないですが、上側にはかなり動きます。横側にはバインダーに干渉するまで回ります。腕の部分はボールジョイントなので結構自在に動きます。最近のキットみたいに手前側に引き出せたりするようなことはないです。もちろん一周回すこともできます。バインダーの可動は3軸あるので結構自在に動きます。横側と縦側に動くのと、3軸目は前後に回転させることができます。うまいこと調整してやると綺麗に閉じることができます。外側には90度を少し超えるぐらいまでしか上げることができないです。上腕部分が一周回るのと、肘の関節の下側が一周回ります。肘の部分は90度ぐらいまでしか曲がらないです。ハンドパーツはボールジョイントなので結構自在に動きます。親指と4本の指が付け根の部分から動きます。大型のコックピットハッチは開閉式になっています。腰の部分は前後左右に少しだけ動きます。一周回すこともできますが、回す意味はあまりない感じがします。リアアーマーというかファンネルコンテナ部分は上下に動きます。フロントアーマーは手前側に少しだけ動かすことができます。サイドアーマーは外側に少しだけ動かすことができます。少しだけ回転させることができます。太ももの上側を外側に回転させることができます。外側には90度ぐらいまで上げることができます。前後は干渉するまで動かすことができます。膝の部分は上下に動きます。膝は黄色いパーツが太ももに干渉するまで曲がります。二重関節にはなっていないのであまり曲がらないです。
スラスター部分が後ろ側に動きます。足首の部分はボールジョイントなので結構自在には動きますが、すぐ干渉するのであまり動かないです。前後にも動きますし、つま先部分が曲がります。ビームサーベルは腕の内側にマウントしてあります。黄色いパーツの突起部分をハンドパーツのへこんでいる部分に合わせてはめます。先ほど外したビームサーベルを下側からはめます。向きがあるので合わせるとはまります。エフェクトパーツを取り付けます。ハンドパーツを差し替えればビームサーベルを持たせた状態の完成です。振ってみても動かないので保持力はあります。新規造形部分になるので、キュベレとはビームサーベルの持たせ方が少し違います。先ほどと同じようにハンドパーツのへこんでいる部分に突起部分をはめます。向きを合わせて下側からビームサーベルを差し込みます。エフェクトパーツの突起部分を穴に差し込みます。なぜ3本なのかよくわからないですが、差し込んで腕に取り付けます。振ってみても動かないので保持力はあります。なかなか珍しいビームサーベルだと思います。ビームサーベルをマウントする場合には突起部分をへこんでいる部分にはめます。ファンデルはファンデルコンテナから外すことができます。突起があるのでファンデルのへこんでいる部分をはめます。かなり小さいので少しはめづらいです。このキットの感想です。とにかくパッと目につく赤色の外装パーツの輝きがすごいです。バインダーの可動域が3軸になっていて、かなり自在に動かせるのもいい感じがします。足や腕などは二重関節になっていないのであまり曲がらないです。ビームサーベルは新規造形になっていて、ファンネルは10個あります。ハンドパーツは2種類4つ付属しています。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。